お作りの角を立たせると言ったんですが、この角がしっかりこうキリッと見えるような感じで盛り付けていきますね。で必ずネタが全部しっかりこう見えるように微調整、あと高さもう絶対にこう沈んだ。どうもこんにちは、しゅんくんです。今日はですね、これさえ押さえておけば誰でも簡単に綺麗なお作りの盛り合わせができるコツを教えます。はい、じゃあまずはですね、お作りに使うあしらいから用意していきます。今回はちょっと大根の剣を用意しますけど、なかなか真似できないっていう感じの方いらっしゃると思いますので、無理して用意する必要はないんですけど、結構この土台というかちょっと高く持った方がやっぱりお作りっていうのは綺麗に見えるので、なんかこういったもの、大根の剣じゃなくてもいいので、この大根を短冊状に切って、ちょっと何て言うんですかね、ブロック状の細長いブロック状のやつを用意してもらえると大根の剣の代わりにできますので、すごくいいかなと、簡単で楽でいいかなと思います。細長く切った方がですね、後から野菜ソースみたいなのにディップしてから食べることもできるので、もしかしたらそっちの方がいいかもしれないですね。お店で出すような、お作りの盛り合わせですので、今回はちょっと用意しますけども、大根の剣をやるのがしんどいっていう方はもう全然その棒状に短冊状に切ってもらって、それを剣の代わりにしてもらえればいいかなと思います。大根の繊維がこういうふうに今縦にこうやって入ってるんですけど、この縦の状態で切っていくと、縦剣で、これを横にして横で切っていくと横剣っていう風になりますね。仕上がった感じがちょっと変わります。なるべく細かく切っていきます。で、剣ができたらこれは氷水に落としておきます。こうすることでキリッと大根の剣がこう締まって、このいい感じにこのみずみずしい感じ、あとツヤも出てすごく美味しそうな剣になりますね。ちょっとこの下の部分は取っちゃって、これもですね、なるべくこう1枚ずつ冷えた氷水の中にこう落としておいて、大葉も少しこうシャッキリさせた方がいいですね。こういうふうにしなしなの大葉だと持った時にふにゃっとなっちゃうとどうしても見栄えが良くないので、氷水の中で締めてあげるとこうピンと張りのある大葉ができるので、こう飾った時にですね、すごくこう見栄えがいいですね。結構大事なポイントかもしれないです。はい、じゃあ今日の魚たちはこれにしよっかな。はい、じゃん、見えますかね。マグロ、金目鯛、アジ、小肌、白イカ、ホタテですね。で、せっかくこんだけ種類があるので、今日はいろんな作り方、いろんな、お刺身の切り方も紹介しながら、こういう盛り付けの仕方の時にはこういう風な切り方するんだよっていうのを、ちょっとずつこう小出しで教えれたらなと思います。はい、そしたらこのアジの薄皮を剥くんですが、この薄皮簡単な剥き方があります。肩周りのところの皮をですね、こうペロってめくれてる部分があるので、ここをしっかりこうつまんでもらって、包丁の刃のついてない方ですね、裏の方でこうペッペッとペッペッとしてあげると、こうやってペロッとめくれちゃいますので、それを取っかかりを作ったら包丁でこう押さえて、あとは引っ張るだけですね。包丁を動かすような感じですね。こんな感じで、そしたら簡単に取れます。はい、お次はですね、こちら白イカいきましょうか。白イカは結構イカの中でも繊維が結構強いタイプのイカなので、この辺り、ここの表面のところですね、ここをしっかりこう切れ込みを入れていきます。でこの状態でこの格子状にトン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 ってで向きを変えてトン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 とたくさん入れていきます。包丁を1ミリぐらいの深さで包丁を入れていくような感じですね。
あんまりやりすぎるとばらけてしまいますので、本当に上の皮一枚の繊維を切るようなイメージですね。そしたらこっちが入ったらちょっと向きを変えてあげて、よし OK。 一口サイズぐらいでいきたいので、指1本分1本ぐらいでこのまま落としちゃいましょう。とりあえず2ずつで取ろうかな。はい、お次金目鯛ですね。で金目鯛、これはまだ何も、してません。本来ですとこの皮の部分、火を通すんですが、湯引きもしくはあと焼き霜といって、皮目だけをこう炙ったりとかする方法があるんですけども、今回は炙りでいきたいと思います。少し焼き色がつくぐらいまで。そしたらこれはすぐに氷水で冷やしていきます。で今回金目鯛は、そぎ作りできます。繊維を断ち切るか繊維に沿って切るかでまたちょっと食感というかテイストがテクスチャーが変わってくるんですが、今回はそのまま繊維に沿った感じで、そぎ作りやっていきますね。指で身を押さえますね。そしたらひとたちでスーッと引いて最後に立てるような感じです。スーッと引いて切る、スーッと引いて切る。で今回お作りなのでこれを、盛りやすくするためにちょっとここに繊維のところに切り込みを少し入れたらくるっと回してこんな感じでいきましょうかね、盛り方は。でさっきのイカは、そのまま棒状に細長く切ったんですが、今回は薄めに、そぎ作りで、用途によっていろんな、切り方を変えていってからですね、同じ切り方が続かないようにするのが一番いいかなと思いますね。はい、でお次がですね、先ほどのアジですね。でアジはちょっと八重作りというやり方でいきます。普通だったらこういうふうにストンストンって落としていくんですけど、1回で落とすんじゃなくて、3、4回ほど、途中まで間で包丁を止めて、で4回目5回目ぐらいの時に落とすっていう感じですね。そうするとこの皮の間にこの醤油とかが入り込んですごく味が染み込みやすいのと見た目がとっても綺麗ですね。いきます。1、2、3、4、5で落とす。こんな感じでもう一回いきます。1、2、3、4、5。これ途中まで包丁が入っているんですが、こういうふうにやるやり方もありますね。4、5。1、2、3、4、5。したらこれもまた盛りやすいようにほいっと。はい、お次マグロですね。マグロを最後にちょっと持ってきました。でマグロはもう一番ベーシックなお作りの引き方でいいと思います。ちょっと端を整えてあげてひとたちでスッとポイントはもう何といってもひとたちでスッといくことですね。よくその角を立てるっていうんですけど、この部分ですね、このしっかりこの角が立っているのがやっぱりいいお作りの証拠ですね。どうしてもやっぱ包丁が切れないとこの角が立たないんですよね。この包丁の切れ味が良くて初めてこういう綺麗なお作りができるという感じですね。ホタテはもうそのままボスッと小肌ですね。これもちょっとせっかくなんで持っちゃいましょう。格子状に少し切り込みを入れて、やっぱどうしても小肌って皮がちょっと硬いですので、こうやってお刺身で食べる場合は皮を切ってあげるとすごく美味しく食べれるかなと思います。
こんな感じで。はい、じゃあこんな感じで、お刺身の用意全部切り込みできました。で見てもらったら分かるように切り方が大体全部違うんですよね。でマグロは、縦作りで、金目鯛はそぎ作りで、白イカこれはですねもう細かく包丁を入れて大体1センチ幅で切ってあげる、こういうちょっと細長い感じの切り方で、アジは八重作りで、ホタテはそのままぶつ切りで、小肌は、皮目の切り込み、白イカほどじゃないですけど皮目の方にちょっと切り込みを入れたっていう感じですね。でこういうふうにやっぱバリエーションがたくさんあった方がお作り盛るときにすごく違いがあって組み合わせがすごく楽しくなりますので、こういうのも結構意識してやってみるといいかもしれません。でこの大体その3点とか5点とか奇数の数字で盛るのがすごい盛りやすい感じになるので、わかめもこういうふうに入れ込んであげるとすごくなんかこう角が立っているので、全体的にこの締まりがあるというか締まりがありますよね。